お待たせいたしました。これよりプロ野球カードゲームドリームオーダープレゼンツ桜ジェネシス2024の会見を始めさせていただきます。ではまずその会見発表の前にですね、新日本プロレス株式会社菅林直樹会長より発表事がございます。では会長よろしくお願いいたします。本日はお忙しい中お集まりいただき誠にありがとうございます。この度の台湾逃亡記地震にて被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し上げます。4月14日に予定しております台湾大会につきましては、会場となるZEPニュー台北はイベント開催ができる状況であることが確認できましたので、予定通り開催いたします。ここで本大会の全対戦カードを発表いたします。ウェイカープレゼンツレスリングワールド2024 in 台湾 by CS テレ朝チャンネル、第0試合パズル提供試合、東友対アックスワン、第1試合ネバー無差別級6人タッグ王座、新王者チーム決定トーナメント1回戦、ボルチン・オレック、矢野徹、棚橋宏組対カラム・ニューマン、フランシスコ・アキラ、グレート・オーカーン組。第2試合、ネバー無差別級6人タッグ王座、新王者チーム、決定トーナメント1回戦。武士、辻陽太、高木慎吾組対金丸義信、翔イービル組。第3試合、タイガーマスク、小島聡組対加藤翔馬、エル・デスペラード組。第4試合、スターダム提供マッチ、スターライトキッド対花子。第5試合、IWGP ジュニアヘビー級王座次期挑戦者決定戦、同期対藤田康生。第6試合、IWGP タッグ選手権試合、第102代チャンピオンチーム、吉橋後藤弘樹組対チャレンジャー上村優也真田組。第7試合はネバー無差別級6人タッグ王座新王者チーム決定トーナメント決勝戦となります。また本大会の収益の一部は台湾逃亡記地震にて被災された方へ寄付させていただきます。私からは以上です。ありがとうございました。はい、会長ありがとうございました。たった今台湾大会の対戦カードの発表がございました。全部で7試合プラス第0試合がございまして、全部で8試合ですね。タイトルマッチ、さらにはタイトルマッチに続く対戦カードがございます。注目の試合がずらりと揃いましたので、こちらの大会もどうぞご注目ください。さて、お待たせいたしました。先日桜ジェネシスにおきまして IWGP 世界王座防衛に成功しました内藤選手に登場いただきたいと思います。試合後リング上でジョン・モクスリー選手と向かい合いまして、4月12日シカゴ大会にて、防衛戦決定いたしました。今日の午前中ちょうど発表がございましたので、そのあたりの決定も含めてコメントをいただきたいと思います。では内藤哲也選手登場いただきたいと思います。よろしくお願いします。Hola, amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, gracias. それでは内藤哲也選手防衛に成功して、そして今日午前中発表がありましたジョン・モクスリー選手と次、防衛戦も決定しておりますので、そのあたりも含めまして、コメントいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、4月6日両国大会にて行われたロス・インゴベルナーブレスでハポン同士による IWGP 世界ヘビー級選手権試合、同じロス・インゴベルナーブレスでハポン同士によるタイトルマッチっていう状況、ずっと俺は待ち望んでいたわけで、それが実現して嬉しかったですし、このニュージャパンカップに優勝し、そしてお客様からの期待感のある辻陽太をこうして倒して防衛できて、すごく自信になりましたよ。
試合後すぐにジョン・モクスリーが来ましたが、前回ジョン・モクスリーとシングルマッチをしたのが2019年7月の G1 クライマックスだったかな。その時俺は彼に敗れているのでちょうどいいなと、あの時のリベンジを兼ねて彼のホームアメリカでこのベルトをかけてシングルマッチを行い、そして彼の目の前で勝利する俺の姿を見せたいなと思いました。あと新世代と言われている辻太と今回タイトルマッチをしてみて、新世代と呼ばれている選手たちにすごく興味が湧いてきたのは事実ですね。こうして俺がチャンピオンとしてこのベルトをかけて新世代の選手たちとタイトルマッチをするのもありかなと思いました。彼らがこのステージまで上がってこれるかは分かりませんが、ぜひこのステージまで上がってきて、そしてタイトルマッチをしたいなと、なんかそんな気持ちになりました。新世代と呼ばれている選手たちの中でもう頭1つ2つ3つ4つ5つぐらいヨータは抜けてると思いますよ。それぐらい彼への期待感であったり、彼の持っているものっていうのを今回確認できたので、これから同じロス・インゴベルナーブルス・ハポンのメンバーとして高め合っていける相手であることは間違いないなと、その辺も確認できたので、今回のタイトルマッチ勝利以上のものを手にすることができたなと思って非常に満足してます。不満があるとすれば、今日この会見が早い時間からスタートしていることですかね。俺昼夜逆転の生活をしているので、俺がチャンピオンでいる間はなるべくこの会見はゆっくり、なんなら夜中でもいいですよ、遅い時間にやってもらうことは俺は望むんですよ。ありがとうございます。それでは質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方、挙手をお願いします。はい、どうぞ。はい、今回2度目の防衛に成功されて、はい、1.4 東京ドームでベルトダッシュした時の試合後のコメントで、はい、今後いろいろやりたいことがあると、はい、その一つとしていろんな場所で大合唱をされたいということをおっしゃってましたけど、はい、これもちょっと、記憶的にちょっとあれなんですけども、アメリカで大合唱というのは、はい、ご自身の中で、はい、やってみたい、やりたい。ちょっとはっきり日にちは覚えてないんですが、確かどっかで一回やったような記憶はあるんですよね。日本全国いろんなところでやりたいと言いましたが、もちろん海外でもやってみたいわけで、今回モクスリーに勝利すればシカゴでできると、非常に嬉しいし非常に興味ありますよ。ただ両国でのマイクで気づいたと思いますが、俺はほとんど英語喋れないですよ。そこがね、非常にそこが非常に難しい、ちょっと問題あるわけで、どうしようかなと。まだ日にちありますからね、英語をこの短期間で
一生懸命勉強してシカゴの会場に来てくださるお客様と一緒に大合唱できるよう、この会見が終わり次第すぐに英語の勉強に取り掛かろうと思ってます。はい、ありがとうございます。他にご質問いかがですか。内藤選手、特に、IWGP ヘビー級王座。ちょっと待って、あなた誰あなた誰名前は東京スポーツの小野と申しますけれども。お役職は何だっけでエキスパートやらエキせていスパートねただいてます。はい。エキスパートね。なんで笑ってんのエキスパート。エキスパートよ。はい。岡本エキスパート。はい。内藤さんは過去 IWGP ヘビー級を3回巻いたんですけれども、いずれも、はい。防衛回数が1回はい。で2回目の防衛戦でベルトを手放してしまっていたということで、今回両国国技館で IWGP 世界ヘビー級王座ではありますけど、2度目の防衛に成功された。はい。そういう意味では過去成し遂げられなかった長期政権とか、そういったものに関してというのは思いはありますでしょうか。そうですね。エキスパートのおっしゃる通り、IWGP ヘビー級王座は過去3回取りましたが、3回とも防衛回数は1回だったと。今回 IWGP 世界ヘビー級王座を獲得し、最高峰王座、今まで1回しか防衛したことなかった俺が2回目の防衛に成功したと。今まで踏み入れたことのない領域なわけで、なんかそんな状況にワクワクしてる自分がいるし、ちょっとずつですよ。すごくわずかなお話ですけど、この IWGP 世界ヘビー級王座にも思い入れができ始めてる状況なわけで、もっと長くこのベルトを持ちたいし、このベルトを持ってる姿を日本中のお客様、世界中のお客様にお見せしたいなと改めて思いました。久々に投げたんでちょっとダメージがあるのかな。ちょっとこれあんたがやったの？違います。あんたでしょ？ご自身で。そう、ちょっとね。後で瞬間接着剤で俺くっつけときますよ。はい、ありがとうございます。他にご質問いかがですか。モクスリーと約5年ぶりだからあなた誰よ？でエキスパート？いや僕エキスパートじゃないんでいいですよ。大丈夫ですエキスパートじゃない。じゃないじゃない。はい。モクスリー約5年ぶりのシングルですけど、はい。一応ハードコアというか、そういう面も持った選手ですけど、シングルやるにあたって、どんなイメージ、印象がありますか？今のとこ、シングルマッチ1回しかやったことがなくて、その1回っていうのは、ハードコアと言われてるような試合ではなかったので、そういう戦い方をする選手だということは知ってますけど、今のとこあまりそういう戦い方をする姿っていうのはちょっと想像できないので、でもだからこそちょっと楽しみ。予想通りの感じで来られても、困りはしないですけど、なんかやっぱ予想してないモクスリーの姿で来てくれた方が俺はワクワクするので、彼自身がそういう戦いを望むのであれば、そういう戦いをそういう戦い方をしてほしいなと思いますし、俺は俺のやり方でモクスリーから3カウント奪って、そして両国でも言った通り IWGP 世界ヘビー級チャンピオンとしてまた日本に帰ってきたいと思います。はい、よろしいですか。他にいかがですか。はい、どうぞ。新郎公式です。内藤さんは
ったことではないというふうにもおっしゃるかもしれませんが、モクスリー選手、今まで WWE 王座、そして AEW の世界王座を取っておりまして、もしこの IWGP 世界ヘビーを取ったと仮定すると、グランドスラムという考え方もできるんですが、それについてというのは答えづらいかもしれないですけど。いやそれは俺はやってないですからね。WWE のベルト、そして AEW のベルト、俺は取ったことないですから、それは素晴らしいことなんでしょうけど、だから何というのが正直な気持ちで、実際そのグランドスラムっていう言い方もされてるんですか？おそらく誰もまだやったことがない。その3つの団体のベルトを取ったことがないと、誰も。それを彼がやりたいのが一番なのか、それとも内藤に勝ちたいのか、それとも IWGP 世界ヘビー級王座っていうものを取ってみたいのかっていうのが一番なのか、なんかその辺の気持ちっていうのはちょっと聞いてみたいなと思いますけど、そんなことをこれで IWGP 世界ヘビー級王座を取りました、グランドスラムしました、俺から言わせたらだから何なのという気持ちであることには変わりないので、あまり俺にはちょっと興味のない話ではありますね。内藤を倒すんだと、その気持ちを前面に出して、そして俺の目の前に立ってほしいなと思います。他にいかがですか？今回のそのタイトルマッチ。だからあんた誰よルール知らないの？すみません。一回名札つけてくれば今度から。すみません。東京スポーツの岡本ですけれども、今回のタイトルマッチ、その両国から1週間足らずで、アメリカに渡ってタイトルマッチ、非常にハードなスケジュールなのかなと思うんですけど、そのあたりについては何か思うか。4月6日両国大会が終わって、4月12日ですか、現地時間で、中5日先発投手かっていう話ですけどね。割と、両国での防衛戦からすぐ行われる次の防衛戦ですが、俺自身は長い休みオフがあるよりも試合をやり続けてる方がなんかコンディション的にいいなって今までの経験上そう思うので、だからやりにくさはないですね。むしろ短いスパンでやった方が両国の勢いもついた状態で迎えられると思うので、だから不安な気持ちはないですね。他にいかがですか？よろしいですか？はい、新日本プロレスのエキスパート。なんで笑ってるんですか？新日本プロレスのエキスパートですか、あなた。はいっていう。はい。ないですか？もう。ないの？じゃあ僕から質問していいですか？新日本プロレスのエキスパートさん、あなたの思う最高級ファミレスとはどこですか？ちょっと声が小さくて聞こえないです。ロイヤルホスト。なるほど。ってことは一緒ってことですね。今度ご招待しますよ。それでは質疑応答に関しては以上とさせていただきます。よろしいですか？ちなみに清野さんの考える最高級ファミレスは
肉の万世。なるほど。ちょっと予想してないの来ちゃったね、これ。秋葉原にありますね。あ、でも閉店したのか。はい、という形で、他にご質問なければ締めさせていただきます。よろしいですか。はい、それでは質疑応答は終了となります。なお、本日発表がございました4月12日シカゴ大会、内藤哲也選手が防衛戦を行います。さらには今日対戦カードがすべて揃いました4月14日の台湾大会につきましては CS テレ朝チャンネル2にて国内独占生中継が決定いたしました。ぜひこちらの方で試合を楽しんでいただきたいと思います。以上をもちましてプロ野球カードゲームドリームオーダープレゼンツ桜ジェネシス2024の一夜明け開店を終了とさせていただきます。報道関係の皆様、取り扱いのほどよろしくお願いします。そして、今回、視聴してくださった皆様、誠にありがとうございました。